ご視聴ありがとうございます。40日間しっかり使ってからの動画編集なので先に言います。今回の Android Audio、マジでやばいです。イオンオンさんから提供された商品ですが、今回も悪いところがあれば伝えます。このメーカーさん、ユーザーのことをよく考えて作られているのがわかります。モニター部分は縦方向、横方向とも調整しやすいです。各種配線、しっかり加工されてて名前も書かれているので、メーカー専用ハーネスを用意してれば簡単に接続できます。4G アンテナが2本ついてるんですよ。なぜ2本なのか問い合わせると、より電波を拾いやすくするためらしいです。マイク、使っても使わなくてもいいかも。USB 端子、2口と1口。これも問い合わせをしました。機能的には同じなので、3口もいらない人は2口だけつないでも OK。SIM カード入れたり、テレビ入力やサブ出力もろもろ。バックカメラ等の配線。GPS アンテナ感度バッチリでした。予備フューズとナノ SIM 用アダプタ。配線のオスオスをつなげるためのメスメス配線。接続に関しては取説見ればわかりやすいと思います。やばい一発目。自社で地デジチューナー販売されてます。ディスプレイオーディオの泣きどころテレビ機能がないこと。これをクリアしてくれるんですよね。やばい2発目。自社で地図カード販売されてます。インストールすれば、スマホとつなぐ必要なくナビ機能が使えます。実際にテストした映像も紹介します。やばい、3発目、自社で OBD2 販売されてます。ほんとやばくないですか？自社で販売してるということは、他社の製品だからわかりません。って言えないですよね。私が今回用意したのはこれ。ダイハツ用オーディオハーネス。絶対専用ハーネス使った方が楽です。純正バックカメラやステアリングリモコン接続するときにこれ便利です。私の車は純正ディスプレイオーディオだったので、通勤用の取り付けステ購入。接続イメージ少しと思ったのですが、これ見た方が確実です。純正地デジアンテナ撤去します。正直、再利用してもよかったかも。こんな感じで取り付けていきます。フロントガラスに貼る場合、接続コードの部分が上から 2.5 センチ以内とかでないと車検で外される可能性があるらしいです。今回は地デジチューナーもあるので、配線ぐちゃぐちゃ。ただ、本体の奥行きが 80mm しかないので、スペースがしっかりあるので、配線は十分収まります。起動早いです。配線の不備もなく問題なかったので、このフィルム外します。動きはサクサク滑らか。まずは、どんなアプリが入ってるのか、軽くチェックしていきます。トルク入ってますね。冒頭で紹介した OBD2 と後ほど接続してみます。Netflix、YouTube 入ってますね。GPS もしっかり衛星拾ってます。Android Audio を使い倒すにはネット環境あった方が楽しめます。今は自宅でテストしているので自宅の Wi-Fi に接続します。この機種 64GB。現在の使用量 15GB。Android Audio は基本初期段階で 15GB くらい使用されてるのが多いみたいですね。この機種は 64GB なので、49GB 空きがあるので使いやすいですね。
冒頭でもお伝えしたモニターの可動域。助手席の肩用みたいな使い方もできますね。斜めにすることはないでしょうけどね。個人的に嬉しかった機能。ワイヤレスアップグレード。ありそうで、ついてない機種がほとんどなんですよね。USB メモリーに入れたり、マイクロ SD に入れたりしてアップデートしないといけないことが多いのですが、Wi-Fi でつないでアップデートできるので、すごい楽です。基本アップデートはつきものだと思ってます。アップデートしてからアプリインストールした方がいいと思ってるタイプです。早速アプリインストールしていきます。Yahoo カーナビ。オンラインナビは Yahoo カーナビが私には一番使いやすいです。ピンチアウトも問題なし。動きもサクサクです。いろいろとアプリインストールしたので 2GB 使いました。容量は気にしなくて大丈夫そうですね。あまり使わないアプリは後ろのページにずらします。やり方はスマホやタブレットと同じです。長押ししたままずらしていく。よく使うアプリは前に。このアプリ高速の渋滞チェックに便利です。私は音楽や動画は CD 買って変換して USB に入れて使ってるので、機能紹介します。これすごく便利です。ここで設定されているイコライザ変更できます。これほんと便利。ビデオ機能も同じく便利です。もちろんラジオも聞けます。オーディオ機能も充実してて、もちろんイコライザー。他、オーディオ好きにも嬉しい機能がついてます。もちろん、スマホとのテザリングも可能です。Netflix も Amazon プライムビデオももちろん見れます。ディスク容量に余裕があるので、自宅の Wi-Fi 等でつないでダウンロードしておくのもありですね。もちろん YouTube を見れます。公式のチャンネルだと思うのですが、このページ見ると、いろんな設定がわかりやすいので助かります。メーカーサポートもしっかり対応していただけるのですが、このチャンネル見たら解決することが多いです。もちろん、カープレイや Android Auto も無線接続できます。ノーカットでお見せします。簡単につながります。私は Android カーナビ使い出してから、カープレイ使わなくなりました。圧倒的に本体で起動させた方が便利なんですよね。今からステアリングリモコンの設定をしていきます。この機種のすごいところ、軽く押すのと長押しするので2個の機能を使えます。ステアリングのボタンによっては1個しか設定できないのもあるのですが、ボタンの有効数が増える感じになるので便利な機能だと思います。実際便利です。
設定間違えると一からやり直しなので、ちょっと悲しいですけどね。同じボタン2個登録したりね。最後に保存して OK。実際に使ってるところ、モードボタンの長押しでホームに戻るようにしました。モードボタンを軽く押して、どんどん切り替え。曲もどんどん飛ばせます。もちろん音量も調整できます。ミュートボタンも追加しました。ステアリングボタンがより便利になりました。2画面表示もできるので、少し紹介します。助手席乗せてる時にはいいかもですね。この機種は、SIM カード差し込んでネット接続できるので便利です。ただ、キャリアによっては、少し設定が必要になります。Gmail のアプリも入ってたので、Gmail に必要項目を送ってコピペで設定すると楽でした。設定完了。接続もしっかりできました。確認のため検索してみます。OK です。Y モバイルも同じように設定が必要でした。バックカメラを取り付けめんどくさいので、純正カメラをそのままつなぎました。接続配線もかましてるので、画質はいまいちなのですが、使えるので OK です。バックカメラの画質重要な方は別売されてるので買ってください。設定は画面3秒を押します。お好みで調整してください。オフラインナビは、今までは Google ナビをダウンロードして使ってました。スマホの通信量多いなと思ってたら、オフラインマップって期限があるんですね。勝手に接続されて通信量使われてたみたいです。今回、ナビのマイクロ SD もつけていただけたので、早速テストします。まずはインストール。SD 差し込んで画面戻してアプリのインストール。地図カード APK。こんなの出るので、詳細ボタンを押してインストールする。完了。ショートカットが追加されました。すぐ起動できなくて、サポートに連絡して問題解決。動きは問題なし。ただ、ピンチアウトができないんですよね。この点をちょっと改良してほしいですね。目的地検索。音声入力で慣れてるとめんどくさいんですよね。キーボード切り替えボタンがあります。これで音声入力できます。検索も早いです。実際にどんな感じかお見せします。ここ直進なんですけど、右曲がっていきます。リルートを開始し、ルートが早いですね。およそ300メートル先、左方向です。ここも直進指示ですが、わざと左折していきます。リルートを開始し、早いですね。およそ500メートル先、右方向です。この左側の建物がおよそ300メートル先、アビフミって書いて、書いてましたね。はい、わかりますかね。2連覇。はい。ここ直進なんですけど、また入り口悪して右曲がります。リルートを開始します。すぐ出ますね。まもなく左方向です。普通にね、ナビ通り行ってたんじゃ性能がちょっとわからないんで、わざとこんな道
撮ってます。最初からなければ特に問題なし。あれば嬉しいテレビ。運転中が見ることないんですけどね。地デジ電波状況のいいところではしっかり映りますね。別メーカー品と違ってタッチパネルで操作できるんですよね。ただ、反応は少し遅いかな。電波状態の悪いところではワンセグオンリー設定にした方がいいかもしれませんね。ステアリングリモコンで音声調整はできるのですが、チャンネルを変えれないのが残念です。自社でチューナー出してるのほんとすごいです。リモコンついてるので、操作性はリモコンの方がいいです。OBD2 もつけていただいたので、使ってみます。結構楽しいかもしれない。ほんと、すごい世界になりましたね。ここからはいつもの自分的に残念に思ったところ。地デジチューナーの配線。常時、電源と ACC 電源の配線に母子加工してて欲しかった。アンテナとコードの接続端子部分。金具の部分が出過ぎなんですよね。そのせいで、くっつけても浮いてきちゃいました。こんな感じで、金具を中に押し込んで調整が必要でした。こちらの都合なのですが、ガラスにミラーフィルム貼ってるので、フィルムの上からアンテナ貼ると意味ない感じでした。説明書にも書いてあるのですが、アンテナ貼るところはフィルム剥がすように、チューナーの性能を最大限に引き出せず、SIM カードの挿入方法、このパターンばかりですが、スマホみたいな差し込み式にしてほしい。いろんなキャリア試したくて、何度もいじってたら、留め金具が外れて、テストが少ししかできず、電話機能。車止めての通話は問題ないのですが、走行中は厳しいです。相手方は聞き取りにくいらしいです。今までいろんなメーカー使いましたが同じ現象です。通話機能をもう少し重要視してほしいです。